生活している様子をとあるフラッシュゲームに出てくるキャラクターのセリフとかけたものです。それはさておき、早速本題に入ります。まず何から話すか迷うけど、まずは生い立ちから。電気は誕生して初めての仕事は電灯だったと言われています。後にコンピュータが開発されて電気を情報処理、計算にも利用するようになりました。この時に電気を制御するために真空管が開発されました。真空管は電気を電気で制御する役目を持っていて、複数個並べることによって電気を用いた複雑な計算が行えるような代物です。複雑な計算を行うためには真空管を1000本くらい、あるいはそれ以上並べる必要がありましたので、当時のコンピュータはそれだけで部屋を占領してしまうような代物でした。また動作速度もかなり遅く、真空管に虫がつくと計算が止まるなんてこともあり、かなり不安定。コンピュータゲームなんて夢のまた夢でした。ところがその後にトランジスタが発明されました。これは半導体という素材を用いることにより真空管と同じ機能を実現するもので、真空管よりはるかに小さくなったため、電子機器の世界に革命をもたらし、コンピュータをより小型、高性能化しました。といっても現代のスマートフォンやパソコンには及ばず、まだコンピュータゲームはできません。ところがその後に集積回路が誕生します。これはトランジスタを小さい部品に詰め込んだものです。集積回路が誕生して、コンピュータに必要なほとんどの機能が集積回路の中に膨大なトランジスタの集合体として詰め込まれるようになりました。当時の集積回路のトランジスタの密度は低く性能も低いですが、これができたおかげでコンピュータの機能を手軽に電子機器に組み込むことができるようになって便利になりました。いわゆるマイコンというものです。コンピュータにプログラムを実行させて、その通りに電子機器の各機能を動かすことができるようになったのです。これにより手で持てるサイズの電卓や自動制御のストーブやエアコンなどが実現可能になりました。さらにコンピュータも小型高性能化に成功。ちなみにこの集積回路に入れるものはコンピュータ以外にも様々なものがあり、音の電気信号を大きくするためのアンプ回路だったり、電気信号の形を変化させる変換回路だったりして、とにかくいろいろな回路を詰め込めて便利。時代が進むにつれて集積回路の密度は高まり、個々のトランジスタはさらに小さくなります。するとどんどん電子機器は小型で高性能なものが作れるようになります。現在はたった 1mm 角あたり1億個ほどのトランジスタを集積回路に詰める時代で、それによってコンピュータはかなり小型化し、古い時代のコンピュータとは比較にならないほど高性能化。1秒でかなりの計算を要する 3D ゲームなんかも平気で動かせるようになりました。やったね。またコンピュータには画面の表示を処理するための集積回路などが別にいりまして、コンピュータの集積回路とは別にメモリの集積回路などというように複数の集積回路別々にを載せるのがセオリーだったのですが、最近ではそれらが一体になった SoC というものも出てきて、それによって手のひらサイズのパソコンであるスマートフォンやラズベリーパイなどが誕生。また結構昔からあるのですが、 FPGA という集積回路の中身のデジタル回路そのものを工場から出荷した後もいじれるものが誕生。これによって各電子機器メーカーがその電子機器に特化した機能を自分で作って集積回路に入れることができるので便利です。ところで半導体は高性能化して、半導体に入出力する信号も多くなってきます。昔は導線を一本一本つないでいたのですが、今の半導体は複雑で、中には200本を超えるものもあり、いちいち手作業でやっていられません。そこでプリント基板の登場。これは板の上に銅箔を回路になるように貼り付ける、あるいは一度全部貼ってから特定部分を除去して板の上に電子回路を形成するものです。このプリント基板も集積回路あるいは電子部品の高性能化、複雑化に伴い片面基板、両面基板、多層基板と進化しました。集積回路の形も時代に合わせて様々なものが誕生し、初心者に優しく根強いファンが多いディックパッケージから、穴を開けなくても基板に装着できる SOP パッケージ、 SOIC パッケージ、端子を4方向から出した QFP パッケージ、足がないバージョンの QFN パッケージ、高密度基板、自動実装に適した BGA